今回の素潜りマーメイド研究所の研究テーマは、カラコンで潜ったらどうなるかです。美意識の高い女性の中にはカラコン愛用者が多いですよね。もうカラコンは体の一部みたいになっていて、一日も手放せない、もうカラコンなしでは人前に出たくないという方もいらっしゃると思います。でもそんなカラコン女子の皆様、プールや海の中ではどうしてますか？カラコンで水の中に潜っても大丈夫かなって心配じゃないですか？この動画を見れば、カラコンで潜ったらどうなるのか、カラコンは外れてしまうのか、目が痛くなったりしないのという疑問の数々が解明されます。私が身をもって実験検証しています。驚きな結果となりましたね。そして知っておかないと非常に怖い3つのことも詳しく説明しています。この動画を見れば、あなたが海やプールでカラコンをどのように選んでいいかが分かり、不安なくレジャーを楽しむことができます。必ず最後まで見てくださいね。逆に言うと、早合点して途中で視聴をやめてしまうとちょっとまずいことになりますので、何卒最後までよろしくお願いいたします。その前に、マリダイバー素潜りマーメイド研究所では、素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えして、皆様と水の中の楽しさを共有したいと思っています。ダイビングなどで知らないと損する非常にためになる知識も簡単に身につきますよ。当研究所で一緒に研究していませんか？ぜひチャンネル登録して研究員になってくださいね。水中でカラコンしても大丈夫なのか、一言で言いますと全く問題ございません。実際に水深5メートルのプールにカラコンをつけて潜ってみた映像です。目をパチパチさせたり頭を振っていますね。でも全く取れることはありませんでした。念のために水深5メートルまで潜ってみましょう。全然取れません。しっかりとついたままになっています。これは意外でしたね。ちなみに視界はボケボケです。裸眼で潜った時と全く変わりません。コンタクトをつけたからといって水中で急に物が見えるようになることはありません。私は普段全くコンタクトを使っていません。もうこのためだけにカラコンを購入しました。だからめちゃめちゃ入れるのに時間がかかりました。今回の検証で最も大変だったのが、このコンタクトを目に入れるということでした。水中でのカラコンについて、実際の使用感、水に潜った時の使い心地について、私だけの証言ではなくて、普段からカラコンを愛用されている人魚先生のシェリーナさんにインタビューしていました。カラコンの水中体験が豊富なシェリーナ先生のお話なので、ぜひ聞いてみてください。ただしこれね、3つの約束を守った上でという条件付きです。インタビューのあと最後にね、詳しく説明していますので、ここで視聴をやめないでください。知らないとちょっとまずいことになります。ぜひお約束してくださいね。ではシェリーナ先生のお話です。よろしくお願いします。シェリーナです。はい。ただ私普段からカラコンしてるんですけど、普段つけててもずれたりとかあんまりしないからかもしれないんですけど、水中の中で裸眼というかマスクなしで入っても特にずれたりとかしたことはないので、はい、痛みとかどうですか？目が痛かったりしますか？痛みもないですし、むしろ完全な裸眼の時よりも目に直接プールのお水とかが当たりにくいから、逆に私はカラコンつけてる方が安心っていうか、カラコンされてる方でもあんまり取れたっていう例がないんですけど、一回ずれやすい人やっぱいるみたいで、ちょっと試しに潜ってみますってことで、お水の中に顔をドボンってやっただけでもあれみたいな感じで後ろにコンタクトが後ろにぐるんって回ってしまった子とかはいたので、多分目のカーブとかそういうので普段から外れやすい子とかだともしかしたら取れやすいかもしれないです。もう全然ずれたりもしないですし、痛みも全く感じないし、むしろちょっと守ってくれてる感が、はい、私はありました。ありがとう。
ということで、意外にもメリットがあったカラコン。私も特に問題は感じないだけでなく、目がしみたりしなくて、裸眼で潜るよりかなり楽だと感じました。今後個人的にも使ってみようかなと思ったくらいです。ただしね、それは3つ条件があります。1つ目、ワンデータイプのソフトコンタクトレンズを使うこと。やはりハードコンタクトレンズは取れやすいと言われています。使い捨てのレンズなら諦めがつきますが、海で紛失した場合、もう絶対に見つからないので損しちゃいます。それと2番目3番目の理由にも重なりますが、数日間繰り返し使用するタイプのカラコンだと眼病のリスクが高まります。目の健康のためにもお財布のためにもワンデータイプのソフトコンタクトレンズを使ってください。2つ目、その人の体質やコンタクトの素材による。この日はですね、別の人魚の方がコンタクトをされていたんですが、その方は水中で裸眼で潜った途端にコンタクトがずれてしまいました。原因ははっきりとはわからないんですが、その方の体質、目の水分量とかコンタクトのカーブ、または材質によってあっけなくずれてしまうこともあります。普段からコンタクトがずれやすい方は、水の中だとさらにずれてしまうことも考えられます。これはね、実際に潜ってみないとわからないので、自宅で洗面器などにきれいな水を入れて、水の中で目をパチパチっとして練習した方がいいですね。その時すぐにずれる人は使用をやめた方がいいです。3つ目、長期間コンタクトを使用しないこと。ソフトコンタクトレンズは水分を含んでいます。海水や塩素など消毒剤が入っているプールの水と接すると、レンズが変形してしまうことがあります。変形してカーブに合わなくなったカラコンを水に上がった後も長時間つけ続けていると、目にどうしても負担がかかります。それだけでなく、目とレンズの間に海水やプールの水が入り込んでしまった場合は、かなり目にダメージがあります。だから海やプールから上がったら、なるべく早くレンズを外して予備のレンズに付け替えた方がいいですね。同じ理由でダイビングインストラクターとか職業柄毎日潜る人は、コンタクトは控えた方がいいんじゃないかなと思います。ちなみに人魚の学校は月に数回、2、3回かな、1回2時間ほど潜るだけですし、ほとんどの時間はゴーグルやマスクをつけていますから、このぐらいの時間でしたら大丈夫です。安心してください。それとね、おまけですが大事なこと、度が入っているカラコンをつけている方だと、水中でずれた時に水上でね、もう全く何も見えなくなったり、水が目にしみることにパニックになってしまうことがあります。だから万が一コンタクトがずれても慌てないように、必ず水の中で目を開ける練習をしておいてください。水中で目を開けるための練習の仕方は、こちらの動画で詳しく解説していますよ。とはいえ、あくまでね、私個人の考えですが、できれば水中ではゴーグルやマスクを使ってほしいです。というのもね、私はあなたに長く素潜りやマーメイドスイムを楽しんでほしいんですよ。私自身も還暦まで、いやそれ以上おばあちゃんになっても潜り続けたいと思っています。あなたもそうでしょう。せっかく水の中を楽しめるようになったのだから、なるべく末長く海やプールで楽しみたくないですか？もうね、私はね、あなたのことを勝手に水中のお仲間だと思っているんです。だからカラコンで潜って目を悪くしてしまったとかね、もう目が痛くてもう潜れなくなってしまったみたいになったら、お仲間が減っちゃって悲しいんですよ。あなたの目の健康を何よりも大事にしたいんです。海でもプールでもあなたにいつまでも美しい瞳でいてほしいです。だから先ほどの3つの約束を守ってくださいね。はい、今回は実は当研究所の研究員の一人からこんなコメントをいただいたことがヒントになりました。ひろ7788さん、コメントやリクエストありがとうございました。
視界は特に裸眼と変わらずボケている状態でしたね。メガネをかけていてもコンタクトでも同じです。水中でね、よく見えるカラコンとか発売されたらいいんですけどね。今回の動画ためになった、面白かったという人はぜひ見たよっていう合図だけでも高評価を押して知らせてくださったら嬉しいです。では研究員の皆さん、次回の動画できっとお会いしましょうね。